皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国が歴史に汚点を残していることをアメリカが記録していたので、このニュースを取り上げようと思います。今回の話の舞台というのはアフガニスタンです。アフガニスタンでは、米軍が介入することによって、一時期タリバン政権を打ち倒したものの、結局のところ長い戦いの末に、米軍が撤退することとなりました。アメリカ軍の介入から、そして撤退までの間には様々な国の軍隊が現地入りして様々な活動を行いました。その中において、韓国が関わった事件として非常に米軍が問題視している事件が発生しています。この事件というのがいかにも韓国らしいなと思えるようなひどいものであることから、今回はニュースとして取り扱っていこうと思います。まずは一体アフガニスタンで韓国が何をやったのかニュースを見ていきましょう。テロ組織に韓国軍撤収を約束した韓国政府に失望。アメリカによるアフガニスタン戦争の記録にセムムル教会事件への批判。2007年に現地の韓国人など23人が拉致。韓国政府がタリバンと直接交渉。敵の正当性を認めた形に。アフガニスタン南東部カズニ州で2007年7月、キリスト教系のセムムル教会の信徒20人と現地の宣教師3人の計23人がイスラム武装組織タリバンに拉致された。拉致被害者のうち2人は殺害され、残りは40日間抑留され、同年8月末に全員解放された。当時韓国政府がタリバンと行ったこの人質解放交渉について、アメリカがまとめた戦争に関する記録に望ましくない事例と記録されていることが分かった。韓国政府がテロ団体と直接交渉し、一時的にであれ、韓国軍撤収の要求をそのまま受け入れたからだ。アメリカ陸軍戦士研究所は17日、不朽の自由作戦と名付けられた2001年から2014年の米軍によるアフガニスタン戦争の公式記録に基づき、古代の地で起こった現代の戦争を発行した。同書は第1巻と第2巻からなるが、その第2巻で上記の韓国人拉致事件に触れられていた。この事件はアフガニスタン戦争開始から7年が過ぎても勢いが衰えないタリバンの撃退作戦に米軍が力を入れていた状況で起こったと記録されている。この事件を受け、当時の韓国政府はタリバンとの直接交渉に乗り出した。拉致事件は2007年7月に起こったが、その時期は米軍がアフガニスタンの一部地域の抵抗勢力を倒したマイワンド作戦終了から1ヶ月も過ぎていなかった。同書は、拉致された教会の指導者たちは救援活動のために韓国からアフガニスタンにやってきたと主張したが、タリバンは彼らについて現地人への回収活動を行っていると非難したと記録されている。さらにアメリカにとっては非常に残念なことだったが、韓国政府はタリバンと直接交渉したとも書いてある。アメリカ陸軍戦士研究所は韓国政府による人質解放交渉について、これはある米国人将校が指摘したように敵の正当性を認め、あるいは高揚させたとの評価を下した。米軍は韓国政府がテロ組織の要求をそのまま受け入れたことを批判的な観点から記録し、人質2人を殺害したテロ組織は6週間の交渉でまず2人を解放し、その後韓国政府から年末までにアフガニスタンに駐留する200人の韓国軍を撤収するとの確約を得てから残りの人質を解放したと説明した。つまりこの時の人質解放が韓国政府による韓国軍年内撤収という約束の見返りだったと明記されているのだ。韓国政府によるタリバンとの直接交渉についても、テロリストが紛争地域で同盟国を強制的に撤収させることができるというメッセージを残したと指摘した。同書は前職と現職の左官クラスの将校と民間の軍事研究から12人からなる不朽の自由作戦研究チームが執筆した。今後、同書はアフガニスタン戦争に関する米軍の公式かつ客観的な評価が記録された資料になる。そのため同書に米国人にとっては非常に失望すべきこと、敵の正当性を認めたなどの否定的な表現が記載されたことから、韓国政府によるタリバンとの交渉について、米軍は同盟体制に亀裂をもたらす行為と認識していたことがわかるとの評価も出ている。この事件いろいろと突っ込むべきところはあるわけですが、まず第一のポイントとしては、テロ組織と交渉してはならないというのがアメリカの考え方です。ですから、そのような考え方をしているアメリカにしてみれば、タリバンと直接交渉を行っている韓国政府というのは、タリバンをテロリストではなく、
旧暫定政権ぐらいな考え方で当たったのではないかという意味でタリバンを喜ばせることとなりました。また韓国政府がこの交渉の末に了承したとされるのがアフガニスタンから韓国軍を撤収させるという話です。これもまた記事の中で指摘されていますが、テロリストと交渉した末に軍を撤退させることができたというのであれば、これはテロ組織としては大戦果です。これの一体何が問題かといえば、このような事例をもとにして、なるほど、どこかの軍隊を撤退させたければ、その国に関連する民間人などを捉えて、それらを人質として交渉すれば、その国の軍隊を撤退させることができるんだなということが実績として残ってしまうわけです。ですから韓国政府の行った約束というのは非常に問題があるわけです。アフガニスタンには軍事的な関係では全くなく、本当に人道支援で言っている人たちもいるわけですから、そのような人々を危険にさらす行為であることは間違いありません。そのように韓国政府の行った行動というのは最初から最後まで一貫してひどいものだったわけですが、この事件の発端となったこのキリスト教の教会関係者らが現地で何をしていたのかというのも結構問題です。タリバン側はイスラム教徒の多いこの地域においてキリスト教の布教活動をしていたんだということを誘拐の理由の一つとして挙げています。普通こうした話というのは基本的にはテロリストの言っていることなんだからきっと間違っているだろうと思うことでしょう。しかしこの事件の場合だとそうではありません。実際この韓国系のキリスト教会は現地に宣教師などを送り込んでいるわけですが、彼らがやっているのはイスラム教徒に対する改宗活動です。つまりイスラム教はもうやめてキリスト教に乗り換えなさいという話をしていたわけです。これはイスラム教徒にとっては非常に冒涜的な行為であることは間違いありません。ですからテロリストの言っていることなんだからきっと間違っているだろうと思ったら彼らの言う通りだったというわけです。このあたりも韓国の人たちらしいような怒りを買うような行為を平気でやっていたわけです。しかも現地入りしたこのキリスト教の人たちというのは武装した警備員などをつけるわけでもなく貸し切りのバスなどを利用して移動していましたから非常に目立つ存在だったそうです。何をしていたかも彼らの怒りを買うものでしたし、安全面についても配慮が全然されていない状態でアフガニスタン入りしていたという意味で本当に迷惑な存在だったわけです。もちろん亡くなった人がいる以上その点についてはお悔やみを申し上げなければならないわけですが、彼らのやっていることというのは基本的には自殺行為としか言いようのないような暴挙だったわけです。さて、それでは韓国政府が約束したこの韓国軍撤収、一体なぜこのようにタリバンの要求を受け入れてしまったかについても少しお話をしておきましょう。これは韓国国内の話なのですが、その当時すでに国内の事情として韓国軍を撤収させようという話はある程度進んでいたそうです。その時にこのような事件が起こってテロリスト側から韓国軍が撤収するんだったら人質を解放してあげましょうみたいな話を持ちかけられたので、なんだもうある程度話はついているからこの話を飲めば人質が解放されるんだったらそんなに困ることはないなという自分だけの都合を理由としてこの約束をしたのではないかと言われています。韓国にしてみれば、年内に撤退する予定だったっていうこともあって、テロリストの要求をそのまま受け入れた、それが何が悪いのぐらいの感覚だったかもしれません。しかし、アメリカ軍から見れば、テロリストの言いなりになって軍を撤収させるなんて約束をして、実際に撤退しやがったなんて連中だというふうにしか見えないわけです。そして、このニュースの非常に重要なポイントというのは、韓国側の資料として残るわけではなく、アメリカ側の資料としてこれから公式に残るという点です。こうした韓国政府や韓国軍の行いについて問題点があることについては基本的には彼ら自身はあまり記録として残さない傾向があります。例えばその一例として挙げられるのが韓国軍によるベトナムで行った残虐行為についてです。これは韓国軍自身はあまり認めたがらないのですが、当時ベトナムで戦っていたアメリカ軍の資料として彼らがどんなひどいことをやっていたのかといった話などが出てきます。韓国自身はこのような問題行動について自分ではもう何事もなかったかのように歴史から抹消する癖というものがあるように思えるわけですから、このようにアメリカの資料として残ることは非常に重要だと言えます。
客観的な資料が残っていない限り、彼らは問題点を指摘されたとしても、それは捏造だと反論したり、もしくは話の論点をすり替えて、いや、私たちが悪いのではなく、誰々自分以外の誰かが悪いからこのようなことになったんだと、論点をすり替えたりなどもしてしまいます。そうした意味では、今回の一件というのは、自分のことしか考えない人々と、それに輪をかけてさらに自分の国のことしか考えない韓国政府という二つの問題がある人たちが重なり合った事件だったと言えるでしょう。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。